ホップズさんは16世紀から17世紀のイギリスの哲学者です。人は生まれながらに自然権を持っているとして、その自然権を持った人々が契約によって社会や政府を作ったとする社会契約説を唱えました。私はホップズです。私の時代の王様は自分の権力は神様からもらったんだと言っています。もう何でも神様を持ち出せばいいと思ってんだから困ったもんです。私は違った風に考えます。まず人間は法律などで決められる前から自由の権利を持って生まれてきたのです。それは無制限の自由で何でもできる権利です。だからもちろん人のものを奪ったり他人を傷つけることだってできます。ところがみんながそんな無制限の自由を持っていると、みんな他人が敵になって争いになります。これを万人の万人に対する戦いと表現することができるでしょう。ちょうど漫画の北斗の拳の状態です。ちょっと古かったかな。この状態では結局ちっとも自由ではありません。そこで人々は恐怖に駆られて平和を求めるようになります。理性の声が聞こえてきます。それはみんなもそうするのであれば国家を作って自分の権利を政府に差し出そうという声です。人々は権利を守るために権利を差し出す契約を結んだのです。社会や国家はこのように生まれながらの権利、これを自然権と言いますが、この自然権を持った人々が契約によって成立させたのです。これが私の社会契約説です。契約によってできた政府は人々の権利を守るために絶対の権力を持たねばなりません。そこで私はこれについて書いた自分の本にリヴァイアサンという題名をつけました。リヴァイアサンというのは旧約聖書呼ぶ記に登場する海の怪物です。契約によって成立した国家をこの怪物になぞらえたのです。私の時代のイギリスは激動の時代でした。17世紀半ばにはピューリタン革命が起こり、クロムウェルという男が実権を握り、王様のチャールズ一世を処刑してしまいました。このような恐ろしい事態に人々の契約によって成立した政府は人々の権利を守るために絶対でなくてはいけないと思ったのです。でも忘れてはならないのは、あくまでも政府は人々の権利を守るために契約で作られたということです。ロックさんは17世紀から18世紀のイギリスの哲学者です。すべては経験からとする経験論哲学を主張しました。政治的には社会契約説の立場からイギリス名誉革命を正当化し、アメリカ独立宣言に大きな影響を与えました。私はロックです。ロックといっても音楽のロックとは何の関係もありません。私の名前の頭文字は R ではなく L です。最後に E もつきますよ。さて、フランスのデカルトさんは生まれながらの完全とか青空は美しいとか聖徳観念を認めました。でも私は聖徳観念なんて認めません。すべては経験からなのです。生まれた時の私たちはタブララサ、つまり何も書かれていない白い板で、それに経験によっていろいろ書き込まれていくのです。それからイギリスの先輩ホップズさんは王の権力が神様に由来するという王権真珠説を否定して社会契約説を取りました。社会は自然権を持つ人々が契約によって成立させるという考えには私も賛成です。でもホップズさんは契約以前の自然状態を闘争状態としました。万人の万人に対する闘争だったかな。私はそうは思わないですね。私は契約以前の自然状態は自然法の行われる平和な状態だと考えます。
しかしそんな平和な状態でも争い事は起こります。争い事が起こった時、そのままではどうにもなりません。どちらが正しいのか判断を下す第三者が必要です。判断を下すためのルール、判断を下す人、そしてそれを実行させる力の3つが必要になりますね。そこで私たちの自然権をより確実なものにするために、契約によって社会や国家を作ることになるのです。でもホップズさんが考えたように全ての自然権を権力者に譲り渡すのではありません。自然権の一部を信じて託すのです。だから政府や権力者がその信託を裏切った場合には、人々はその権利を取り戻すことができるのです。これが抵抗権あるいは革命権です。この考えで私はイギリスで起こった名誉革命を正当化したと言われます。それだけではありません。アメリカ独立宣言を読んでみてください。私の考えそのままですよ。ルソー君は18世紀フランス啓蒙思想の哲学者です。他の啓蒙思想の思想家たちと違って人類の進歩を認めず、自然状態を理想としました。そして社会契約説を説き、フランス革命に大きな影響を与えました。やあ、みんな元気かい？僕はルソーって言うんだ。よろしくね。自分で言うのもなんだけど、僕はハンサムなんでモテるんだよ。ところでさ、イギリスのホップズやロックなんてじいさんたちが社会契約説を唱えていたけど、僕が決定的な理論を紹介するぜ。人間は進歩したと思うかい？僕の時代のフランスの啓蒙思想家って連中はさ、みんな進歩というやつを信じているみたいだけど、僕は信じないね。人間は文明の発達によってダメになったと思うんだ。自然の状態こそが平等で平和で最高だったのさ。だから僕は自然に帰れって言いたいね。でもそんなことは言わないよ。だってできるわけないじゃん。それはともかく、そんな最高の自然状態から土地に囲いをして、ここは俺のものだと言い出したやつから不平等は始まったんだ。そして社会契約はすでに行われているけど、それは豊かな者たちの利益を守るための契約なんだ。僕の時代のフランスでは一握りの聖職者や貴族が特権を持っていて、農民におんぶされているような状態だったんだ。そんな契約は一遍を破産にして契約をやり直さなくてはいけない。その際に一般意思というのに従うんだ。一般意思というのは個人の特殊意思の集まったもの、全体意思とは違う。いつでも全体のこと、みんなの利益を考えるのが一般意思だよ。皆さんにとってこのことは実際に行われるかどうかはともかく、考えとしては普通のことじゃないのかな。だって皆さんはもう随分と民主主義を経験してきたんだろう。僕の時代にはまだみんなほとんど経験したことはなかったんだよ。僕の社会契約説が影響を与えてフランス革命が起こり、やっと民主主義を経験することになるんだからね。